これミラがね、目玉のせ。ペーストピューレを入れる前に野菜をひたすら煮込むんですよ。野菜煮込んで1日寝かして、で今日2日目の工程なんですけど、その中にペーストピューレ入れて、あとこの牛の粗挽き肉入れて、で今からオーブンで焼くんですよ。大変ですまあまあこれをじっくりやると、やっぱりその野菜のうまみ、野菜の甘さとかお肉のうまみがしっかり凝縮されるんで、この工程がすごく大事なんですよ。ちなみにそれで今何人前ぐらいあるんですか？ 300から400あるかな。簡単に言うとね、味噌汁なんだよ。そうなんですね。じゃあ味噌を溶かすような形で。そう、これをさ、焼いてしっかり煮込んでたやつを僕らは味噌って呼ぶんだけど、あ、ちょっとごめんね。焼いて、でこれを伸ばして、で最後固めて作るんですよ。お湯の中に調味料入れて、この味噌入れて溶かして、この作るソースなんで、イメージ的に味噌汁。この辺があるんですよ。34キロ。1日分ってことですか？いや、半日だからランチなの。ランチで、まあ、あと追加でボイルしながらやっていくんで、その時によって変わっちゃうかな。天候によって、用事によって、やっぱお客さんの入りが全然変わってくるんで。だからもう、それだけの量は朝一でボイルして、で、昼から様子見ながら、追加でボイルしてくるんで。厳密に言うとね、僕は3代目なの。あんかけパスタと四川の歴史はうちが一番長いから、今年で62年かな、長いね。僕より年上だもん。
6割ぐらい通しておきます。また冷蔵庫で置いといてオーダーが通ったらもう一回鉄板で仕上げる。オーダー通ってからこれやるとさ、すごい提供に時間かかるから、どうやって作るんですか？置き方はね、店舗によってやり方が違うと思う。だから豚肉の黄金焼きだから、豚肉と卵さえ使っとけば、まあ、ピカタになっちゃう。見た目が味噌みたいです。そう、見た目が味噌でしょ。だしの素入れて、でその後に味噌入れるじゃないですか。似てない？似てます。勤務されて長いんですか？もうここは1年です。あ、そうなんですか。一番まだ若いんです。へえ。まだ店長です。一番若いのは店長です。そうなんです。新人なんで。かもしれん。これは見ての通りハンバーグです。基本的には全て手作りなんですか？いや、全てではない。ただやっぱりうちがどうしてもこだわってる部分は全部店内仕込みにしてるんで、全部手作りでやっとったらもう倒れちゃう。で今冷凍も美味しいじゃないですか。はい。だからその冷凍の中でもいろいろと商品試して、どれがいいかっていうのはみんなで話し合いながら決めてますよ。
歳？うちのもう本当に縁の下の力持ち、そうそうそう、そういう人、うちの父親から知ってる人。そうなんですね。ただまあじじいだでさ、ちょっと頑固さはあるもんね。あれカレーちょっとかき混ぜたって。さあ今日フライパン焼き入れてほしい。ちょっと2つとも昨日当たっとったね。可愛いでしょ。可愛いけど意外と戦闘力高いんですよこれ。最近導入されたんですか？そうまだね導入してから半年ぐらいかな。この外で販売することも考えてたんですよ。キッチンカーでやるときにフレッシュのソースを持ってってそのままその場でかけて提供するのってすごく時間のロスだし、どうしてもその手数が増えてしまうんですよ。だから冷凍のソースだったら中で湯煎をかけておいてお客様にパスタを詰めた上に冷凍ソース、その湯煎かけたやつを渡すとお客様もその場でも食べれるし持って帰っても食べれるんですよ。そういう利点があるのでもう冷凍ソースを作ってます。湯むきしたやつをクラシックソースというのがあるんですよ。創業時の味を復刻させたソースなんですよ。うちがちょうど50周年の時に何かイベントやろうと思ってけどなかなかいいのがなくて、でその時にそのレシピノートを見た時に創業の時と今僕が作っているソースだと随分違うなと思って、でちょっと一回作ってみようと思って作ったらだいぶ変わってたんで、まあ面白いなと思って1ヶ月限定でやろうとしたらそれにお客さんに根付いちゃう。やめるって言ったらお客さんに本気で怒られて俺だからもう今ソースが2本立てです。ちょっとね飲んでもらうとねなんとなく分かると思う。いっぺん飲んでみて。酸味とあとちょっとスパイシーさが強いでしょ。だから昔の方がそういう方向性だったんだなと。これででんぷんを入れて絡めて。僕なんかまだまだこんな2軍ですよ。うちにはまだ1軍おるもんな。この辺にトマト売ってるの？トマトですよ。
オムスパです。オム一丁。ボールはちゃんとトッピングかな。じゃあ、スパです。はい。オム。そんなそんな。うち来たことありますか？ないですか？ありますよ。あと肩ください。ゴールとオムスパです。はい、はい。あとピカタください。これはランチ目玉か？あ、これランチ目玉。日替わりご飯。ソールキャベツ。ソールキャベツ。苦手な卵。一本ずつね、はい。はいよ。これ？お席あり、はい、これオムね。はい、ほうれん草ちょうだい。目玉ちょうだい。1.5だ。1.5。
さんのいいところってあります？夜メニューもいろいろあるんで、夜飲みに来てちょっとまたこれと違うの食べるの楽しいです。ボール2の目の前ある。ミラカンガツトッピングです。いつもお客さんこんな感じですか？いつもですか？今日はこんな感じですか？いつも全然しますね。全然しますって僕の口から言うと嘘っぽくなっちゃうでしょ。金の葉がね、出てる。弁当2人も取ってこれカラー寄せ一半の方ね。じゃあの、はい。お願いします。一点二でございます。はい。これミラがね、目玉のせミラ。
1個は卵トッピングです。目玉ください。ウインナーです。はい、じゃあもう一丁。日替わりスープミラカンワンです。はい、日替わりスープミラカンガワンスパイアって安田さん、これ寄せってさ、ごめんね。お客さんに言われたらごめんなさい。今日こういうやミラカンですか。ミラカン、ケーバーソース。ミラカンを。完食な。上がったるよ。一案の普通の後一味の普通。3番です。キャベツ。あんたペスコのお店でキャベツのするとこっておそらくないと思う。おそらくない。はい、バイキング。白身後でいきます。はい。
どれぐらいが出来上がり。ちょっと待って。ちょっと2020年そうじゃない。はい、よろしく。どうもー、ごちそうさまー、どうぞー、二郎様ー、卵でーす。遅くなりましたー。1分はこれをまず1袋、今日だと3袋か4袋使うので、それを剥がすのが大事。平成2年に結婚しましたんで、33年ぐらい、誠屋さんの一人娘のとこにと結婚したということで、家族5人いるんですけども、4人はみんな本当に誠屋さんと結婚していいのって言って、でも最初からね、その後を継いでくれとかね、おじいさんもおばあさんも何にも考えてないし、大変だよって、飲食は私たちの代で終わりましょうとぐらいのつもりで悠然と構えてやってたみたいですよ。で、お店継がれたのはもうそこから結婚されてすぐ継がれたんですか？いや、なんか8年ぐらいはサラリーマンやってたんですけど、あ、そうなんですね。はい、そうそう、まあ、一応金融機関に勤めてたんですけど、一応信用金庫で勤めてて、で口が達者になったっていう。かまぼこもね。でもうちょっと香り付けをするためにこのカツオのまた混ぜたやつを買って入れます。約これで15分間ですね。こう取ればよく澄んだ本当に美味しい出汁が出ますよっていうのが。やっぱ毎日こうやって出汁を引いててもね、いい匂いがするなと思って、返しをこの一番出汁の美味しいうちのカツオで割って準備をしておく。
39でいいの39で昨日良かったからそれにします、もう味噌煮込みは生麺なので加水率がそんな4も入れたらぐちゃぐちゃになっちゃうんで。お願いします。先代の大将は前は手でやってたんですよ。転んで肋骨を折った時に、そのこねるのができなくなったんで、大田屋さんという出汁屋さんの、今は亡くなったその昔の社長さん、会長さんがこの関東ミキサーというパンをこねる機械をやった方がいいぞと。でこれでやると手でやるよりもまんべんなくいい明太ができるはずだからって。でおじいさんはそれをかたくなにこだわったけど、自分がこのあばらを折っちゃってもうできなかったもんだから、一応これを入れてからおじいさん曰くこっちの方がいいって言って、だから機械を入れるとこは入れて、で手打ちというのはそれをやってこう足で踏んで伸ばすのはその手でいいんだと。うちは特にここまでは機械に助けてもらってるけども、あとは手打ちでやろうということで、僕はまだまだあれ大したことないです。ちょっと粉調整して入れて、ある程度踏んで混ぜてこう水と粉合わせていくと馴染んでいって、で最終的に時間を置いて寝かすとしっかり綺麗な多分皆さんが思う明太になるので、ここからまた調整していきます。だからまだちょっと混ざりのとこあるんですよ。ここから鳴らしていきます。今おいくつなんですか？僕は32ですね。お店継がれるきっかけって何だったんですか？一応理学療法士っていうリハビリの国家資格の大学行ってて、一応それは取れて、この店自体もいつかは継ごうとは思ってたんですけど、5年10年先に理学療法士やってから戻るか、今こっちやるかで、大学遠回りして入ったので、理学療法士としてもそんな経験ない中での名古屋に戻ってきたんで、どこでも就職先があったわけじゃないので、だったらもうここ一本でやろうかなっていうので、すごいこれは個人的なあれなんですけど、やっぱり昭和とかから続いたお店が結構皆さん腰痛とかで、うどん屋に限らず洋食屋さんとかすごい美味しいところとかが結構閉店とか後継ぎがいなくてっていうことがあって、今はこの店だけですけど、本当はそういうせっかく資格持ってるので、理学療法とその飲食みたいなのつながって皆さんの寿命じゃないですけど、健康寿命みたいなのが伸びれば本当は嬉しいですけど、今はもうここのお店で必死です。並んだってありますか？多分僕がいた時じゃないんですけど、スマステが一番並んだでしょ、あれが。11時に開店して、8時に終わるまで行列が切れなかったらしいです。やっぱりうどんの中のグルテンをしっかり水と合わせてあげることでしっかり定着して、そこで時間を置くことでまたグルテンが強くブリッジが強くなっていくので、やっぱり置く時間とその混ぜ方っていうのがすごい大事っていうのはそこで改めて感じたので、まだまだ知識的に未熟な部分もあるんですけど、少しずつブラッシュアップじゃないですけど、ちょっとずつでも良くなればなとは思ってやってますけど、正直まだまだ未熟で、日々やりながら話も聞きながら毎日状態見ながら、一つでもいいように。これで大体2升5合炊いて、1日4升ぐらいは多い時は炊きますね。最初はガス釜で炊いといて、あと足りない部分はこっちで1升炊きのやつで追っていくっていう形でうちはやってます。こっちがなくなり次第みんな
バイトの方には「なくなったらなくなった」って言いでご飯危ないですよって言ったら、もうこっちをすぐたくさんのご飯をこれで毎日これで作っといて、フライヤーの前に置いといて、時間がある人がもう一口一口食べていくっていう形ですね。それを混ぜといて、みんなが時間がある人が食べて、これも大手屋さんが美味しい海苔を持ってきてもらえるんで、こういう感じですね。いやでもお寿司屋さんでもほとんど冷凍のやつを使ってますよね。こんな美味しいエビを使うのはどこだっていうことで、魚屋さんが言ってた作家の村上春樹さんいるじゃないですかが2、30年前に来て食べたらしくて、その時のことを本に書いて、で最近そのことでノーベル賞関連で取材があって、このエビ美味しかったって書いてたので、その日からずっとエビがいっぱい出るので、剥くのが結構大変というか、やらないと回っていかなくなっちゃう。ちょうどここにいたパートさんが、うちの祖母とかがなんか乗せたいねって時にその場の思いつきでこう作ってくれたらしくて、ちびってんはうちから味噌煮込みのものが始まったのかなっては聞いてるんですけど。おはようございます。どうもいつもありがとうございます。またお願いします。いろんな店があっていろんなことがあるなっていうのは思いますね。収録で投資営業でっていうのをほとんど10年15年続けてるっていうのが改めてすごいなと思って。臨時休業する時もありますよ。でも基本は絶対休まない。総裁以外で多分体調不良で店閉めたこと、風邪ひいたとかね、僕の知る範囲ではないと思います。僕この仕事量で2人で体壊さずにやってるなっていうのが、僕はそれが一番すごいと思います。それだけは他の人に多分負けないんじゃないですかね、うちの店は。2人は本当に平日でも休日でも本当ずーっと同じことやり続けてるので、そうなれるように頑張ります。まだまだ未熟なので頑張ります。この店みたいなことがあったら、テレビではさっき見てくる前です。これこのまましまっとくよ。まぶして土台を作って衣の大きい天ぷらを揚げたいので、包み込みに中に入れてもとろけないちょっとこ
番7654で指示しながら、ご自身で東にお回りください。ごめんなさいね。どういう順番でんべにエビ玉にエビ玉1ご飯にはーい。いらっしゃいませ。何名様ですか。ちょっと店頭でお待ちください。ごめんなさいね、満席になりました。すいません。ところにございましたらお決まりになりましたらお伺いします。ちょっとすいません。最初ちょっとバタバタしてうどんが茹でれないのでごめんなさい。ごめんなさい。はーい。ちょっとうどんが茹でれますらお願いします。何個ぐらい1個。1個。ちょっと最初混雑しておりますので、うどんがちょっとお時間かなりかかってしまいます。味噌煮込みの方でよろしくお願いします。お待ちどうさまうどん。はーい。どうぞー。卵はごめんなさい。中の方に入ってます。お待ちどうさま。これエビ玉2個ですか。はい、先生失礼しました。こちらお腹おじさんめっちゃうまいです。大阪から来たんで、もう帰るんで締めのうどんで。はい、ごめんなさいね。いつもはこんな風にならないんですよ。繁盛店のようなふりをしてるんです。もうちょっと待っててね。ごめんね。3番さん、エビ玉、味噌、お待ちどうさまです。どうぞお待たせしました。エビ玉のお客様。はい。はい。こちら味噌煮込みになります。天平の方失礼します。俺の集大成にふさわしい。4名様全部4ご飯に。はーい。ごめんよ。俺の集大成にふさわしい。全部が2個にエビ玉です。はい、お待ちどうさま。しました。どうぞ。卵はごめんなさい。下の方に沈んでます。ネギで作ってください。お待ちどうさま。これが一番さんの卵2個です。はい、これがラッキーの一番さんの全部入り。はい。ありがとうございます。はーい、一番さんのと。こちらお席どうぞ。3名様。はい。店頭の4名様どうぞ空きましたのでお座りください。どうぞ。お待ちどうさま。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、いただきますと助かります。いらっしゃいませ。次の方も中お入りください。エビの白すまし。味噌。
ありがとうございます。ありがとうございました。どうもーありがとうございます。いいか、過去におめでとうございます。お玉用の椅子一つ出しましょうか。お玉用の椅子。外でお待ちの方、中どうぞ。ご飯2個お願いします。すべてお待ちいただけますと助かります。ありがとう。どうぞ入りください。ありがとうございます。僕が4つ。お待たせしました。箸つけといてあげてね。5名さん、あ、4名様ごめんね。待てよ。どこが1名様。お金入ってまーす。お待ちどうさま。暑いので気をつけてください。どうぞー。ありがとうございます。どうもー。次2名様です。どうぞ2名の方、中どうぞ。中が全部終わります。どうもありがとうございます。どうもー。全部柏3番さんエビー。では次の2名様、あちらのご席へどうぞ。席打って1枚ずつこ入れといて分かんなくなっちゃうからもういいよ。お待たせしました。エビ味噌と卵味噌ですね。エビのお客様。はい。そう、気をつけくださいよ。もう2名様、外の方も2名様、中どうぞ。ないので順に並んでごめんなさいね。お待ちください。はーい、全部でーす。お待ちどうさま。はい、どうもありがとうございます。お手こめ弁当お願いします。ごめんなさいね、後ろ味噌煮込み通りますのでお気をつけください。お待ちどうさま。親子大好き。親子エビー。どうぞ。すいません。お待ちどうさま。初めて来たらどんな感じかなと思ったけど、やっぱり美味しい。味噌感がすごいかなと思うけど。そうなんですね。美味しいです。初めて。あんま無理しないでね。来てくれてありがとうございます。めっちゃできるね。大丈夫。はい、ご飯1個。まだ美味しそう。ありがとう。あ、これちょっと前セットします。店頭の方、親子2個がちょっとやっちゃったよ。はーい。
どうもありがとうございます。先頭の方はテーブルお待ちですよね。はい、ごめんなさい。はーい、おやくは2個、卵は中です。お待ちどうさま。どうぞどうぞおネギを持ってる。チリ玉と。これが朝やってたの悪いやつをネギなしで。明日ある程度伸ばしてからやらないとちょっと疲れちゃうんでっていう感じです。ありがとうございます。ごめんね、変な聞き方しちゃって。はいよ。そうです。大盛りはお待ちください。どうぞ。どうぞ。お待ちどうさま。どうぞ。暑いので気をつけてください。どうぞ。どうぞ。はい。全部親子ご飯が1個お待ちどうさま。よいしょ。はい、さいも。ありがとうございます。俺聞くわ。順番で並んでください。6名様、全部2つ、エビ玉大2つ。いいよ、いいよ、出して。エビ玉大師とお出しにお願いします。こんにちは。ようこそ。あ、6番か。あ、ごめんなさい。はい、エビ玉ねぎトッピング。失礼します。お待たせしました。全部入りのエビトッピングですね。はい。どうも修行の道にしてくれたね。親子とエビ大ご飯。一つ一つ。あいさん、やってるよ。はい。はーい。ありがとうございます。全部。はい、エビ玉ねぎと、これはノーマルな部分です。誠屋さんの良さって何かあります？出汁が効いてる。そう。もっと不揃いな麺。どうぞ。フォークスプーンお願いします。大丈夫？はい。大丈夫？次あるんで。ありがとうございます。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。どうぞお待たせしました。お待ちどうさま。にメニューございますのでお決まりになりましたらごめんなさいね。お待ちどうさま。はい、全部4つ。今日長岡入ってくれますよ。本当に？はい。そうなの？今日さっきできてたまず。あ、本当？ちょっと後に行って5時以降でいい。誰ですか？ごめんなさい、こちら卵の中沈んでいます。ごめんなさい。伝票の方です。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。カウンタービールカムです。ありがとうございます。卵でーす。次3名様ですかね。ごちそうさま。ありがとうございます。いや、ちょっと君1個ちょうだい。いや、なんか入る。はい。一人捨てといて分かってください。何回いつも撮るんですか？まあ大体時間見ながら、今日は多いですね。1回のだって大体50人分ぐらいは予定してる。はーい。であとは様子見ながら、おしが強ければもっとどんどんやっていくっていう。でも今は午前中なので、まあ、やれるだけとにかくもう後先考えなんでもうやっちゃうっていう。ああ、今の方ね。はい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 。先頭のお客様、奥のテーブル空きました。どうぞ。カウンターでご飯1個ね。メイトーク。はい。よく来られるんですか？よく名古屋の煮込みは硬すぎるというけど、ここはすごく私に合うんだね。知り合いの方が大阪の中に来ると必ずここを連れてくるんですよ。もう昔からそうだけどね。ごめんね、もう1個ご飯追加。これだった。はい、全部。はい、お願いします。ごめんなさいね。ごめんね、立花の方で。どうぞ。はい、では3位でごめんなさいね、お願いします。先ほどご注文お伺いして。大盛りいただければ。まだこれから。はい、お
お待たせしました。こちら卵味噌になります。はい。はい、お待たせしました。こちらエビ玉になります。はい、こちら親子味噌になりますね。はい、失礼します。こちらも以上でよろしかったですか。はい、ごゆっくりどうぞ。また今度さ、踊り見せてね。OK。Thank you。全部でーす。ごちそうさまー。はーい、全部でーす。ごちそうさまー。はい、ありがとう。エビ玉卵でーす。遅くなりました。ごちそうさまー。どうぞ失礼します。お待たせしました。全部になります。ございます。ありがとうございます。あれがね、綺麗なもんですよ。本当にこんな取らなくてもいいぐらい。何が入ってるかをチャーシューの肉のうまみだからこれが今日は 10本ちょっと入れるかな。これ最初の 2.9。1本って聞いていいかわからないですけど、いくらぐらいするんですか？1キロで1450円の消費税だから1500円ぐらいか。でさっきあったでしょ、 2.9 とか3倍ってことですか？3倍だ大体で1500円の3倍としても1本で大体4500円。なるほど、それが10本で10本11本毎日もう10本11本は入れたら10本入れないとスープが完成しないから絶対にでチャーシューをだからなるべく売り切れるようにして、だからお客さんに食べてもらって、だから値段も安くちょっと厚めに切って、そこはもうそこで割り切って、これはその儲けるんじゃなくて、まあ、スープの元はと思ってやってる。そうなんですね、美味しいよ、うちのスープ。4500円ぐらいでしょ、はい、で1枚が240円の設定だから20枚までいかんの17、8枚10枚で2400円。もうトントンかちょっと赤字ぐらいですね。トントンぐらいでしょ。だってまだこれからタレを入れたりさ、それでも値上げしたからね。値上げして240円だから前200円だった。それか人件費も含めたら普通に赤字ですね。さあこの間前やればやるほど赤字って YouTube さんに載せたらさ、そんなことねえだろって言われたんだけど、
本当だって。だったらじゃあ生の肉をね、スーパーで肩ロースを2キロ買ってみたらって分かるの。これは油ついてるところはチャーシュー丼に、こういう赤身のところはミンチにして、これ餃子に使います。薬味だね、薬味っていうか匂い消し。リンゴ、人参、ニンニク、ネギと玉ねぎ、これは餃子の使った時のね、くず。4キロだから44キロ。でも1日これで売ったら終わり。これはね、四日市の新味覚さんっていう昔からの老舗の餃子屋さんがあるんだけど、そこが始めたんだろうね、ニンニクラー油っていうのは。生のニンニクにラー油を入れて、タレにちょこっと入れると味が締まるっていうかね、ニンニクが辛くて。これは四日市の新味覚さんのアイデアをお借りしました。ただこれニンニクにラー油入れればいいかっていうとそうでもないんだよね。そこがちょっとポイントが。まあこれは下味簡単にね、軽くでいい。これにミンチにしっかり味をつけるわけではないね。炒める時にもうしっかり醤油で焼くから、ここはまあ軽く薄く味がついてるなぐらい。昨日やったやつね、はい、これはもう一回本番前にもう一回だけしたの。もうだからこれはもう油落ちちゃってる。ちなみにこれはこんな感じ。あ、すごい油がでしょ。はい。油通しをするから野菜を。だからなるべく油はミンチの油はちょっとカットしたいよね。だからこうやって下炒めして油を落として。これは今日の1番から使います。鍋振りの練習でね、最初小僧の時に結構やらされるんですけど、これも意外に難しくてっていうか、やり方によって全然味が変わった。まあポイントはやっぱりなるべく少ない量を時間かけてやるっていうのが一番ポイントだけど、なかなかねそこまでやってられないし、既製品の練りごまでも今上質のものがあってそんなに分かんないっていう感じもあるけど、うちはもう17年間これで自分のとこで行ってそれだけはずっと守ってきたな。色だけつくんであれば強火にすればすぐ色がつくんだけど、油だからそれがなんかじんわりにじみ出てくるような、なおかつそのじっくりいってじんわりその油が出てくるぐらいになると本当は一番いいよね。
それはね、なかなか難しいし、時間がかかる。で、疲れますね。ではね、みんな言うけどね、そんなに疲れない。ここに乗せたりから。担々麺でしか使わない。これをいって潰してで油で伸ばしてジーマージャンっていうのを作ってで担々麺が注文入るとジーマージャンとラー油とこれもう出来上がりだね。これで自家製ごまジーマージャン完成。ただいま発見中です。餃子に練り込む油、玉ねぎと、豚肉のこのシンプルな目安だね。調味料、これは砂糖とか塩とか、あと椎茸の粉とかが合わせてあります。あとこれは腕肉をひいたやつで、これはニンニク、それからあとごま油とさっきの冷やして固めた、これは玉ねぎを絞った後の汁。こっちのあんこの肉の方に玉ねぎの絞ったその水を吸わせて、そうすると餃子の底も抜けないので、ここに油、おはようございます。これは腕肉で、これは肩ロース、これは腕肉。おはようございます。
食べてないです。食べない？一緒に。いいですか。うん。ありがとうございます。好き嫌いない？ないです。ほい。すみません、ありがとうございます。どうぞ。いただきます。一人がもし8いたら椅子1個入れるね、カウンター。美味しそう。美味しいんだもんね。全然暑いんだわこれが。暑くなさそうに見えるでしょ。暑いんだこれ。で取っていただきます。よかったらどうぞ。はい。どうぞよかったら。日焼け用にオリジナルの商品を開発しました。常温で90日間持ちます。冷蔵庫に入れなくて大丈夫です。はい、僕は1年かけて開発しましたので、味は絶対保証します。よかったらちょっとお高いですけれども、レジの横で売っております。お買い求めください。発売になったばっかりだし。そうなんですか。で一応うちのオリジナルなんだね。麺の清水屋さんっていう人と共同開発っていうか、3食入りで1080円。常温で90日持つから、一応ああいうキオスクとか道の駅とかああいうとこで売って名古屋土産にしたいなとは思ってる。もう置いてあるんですね。いやぼちぼちかな。ぼちぼち道の駅とかはもう導入が始まってて、とにかく名古屋土産としてと思ってますので、また見かけましたらお願いします。交際何年ですか？何年結婚している？こうした今にこう20年ぐらいか。
はい、お願いします。開けます。簡単、奥すみません、詰めてってください。はい、母さんどうぞ。簡単、詰めてもらって。はい、チャーシュー切り落としが出ました。店内が優先ですのでお声掛けください。はい、カレーはどうしよう、40円。ごちそうさまです。いらっしゃい。でです。はい、どうぞお待ちどうさま。はい、どうぞ。お疲れ様です。一気に3つあげるからね。チャーシューはちょっと重いから倉庫と一緒に行った方がいい。ホール麺とオールチャーシュー1枚、オールブロックで。オールブロック。ごめんなさいね。サラダで全部普通、麺とおりからたっぷりチャーシュー1枚です。野菜室の上からチャーシュー1枚。そうです。どうぞ。お待たせしました。ちょい辛麺大盛り、サイズ少なめで。最終的にはね、88。OKの10点入り。これは10点入りだよ。
ありがとうございました。タイミング早いでね、ちょっとだけ遅らせて。これは野菜だい。はいよ、台湾野菜大です。はい、オッケー。どうぞ。はい、よいしょ。どうも。サラタンタンの大盛り、マシャ様。黒いキャップの山椒お好みでどうぞ。野菜タイがあるか。ない。はい。はい。はいよー、フーコーチャーシュー2枚。はいよ。現在のチキテンチャーシューどうぞ。はい。いただきはいよ、チキテンチャーシューでした。どうぞ。サラタイチャーシューでした。ごちそうさまです。どうぞ。お待たせしました。中辛のチキンチャーシューです。辛さ足りなければ卓上の唐辛子をお使いください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃうんだよ。いいさんちょっと出たかな。出ました。はいよ。いいさん多い。はい、チャーシュー切ろうとしたとこバスで終わりですね。はいよ、それからニンニク多め、ちょっとください。B さんこだわり。
開けて。はいよー、海外のチャーシューが2枚。はいよ、C さんどうぞ。野菜がいいからね。チャーシューどうぞ。シスコでチャーシューは1枚。はい。辛さなしどうぞ。ニンニク少し入ってます。辛さなし、ニンニク少しのチャーシュー。はいよ、3番です。奥のすいません。マスターのタイはチャーシュー2枚です。ごちそうさまでした。麺並盛りのチャーシュー2枚と調理です。チャーシュー丼のショート控えめ辛さにんにく用控えめのサラダ。はい、後ろ行くよ。おめでとうございます。ラーメンの大盛り A さん。はい。
モダンのチャーシュー。モダンチャーシューでした。モダンチャーシューです。お待ちどうさまです。こちらからサービスです。お待ちどうさまです。ありがとうございました。いいよ。お疲れ様でした。夜の掃除は基本毎日されてるんですか？まあまあいいですよ。昼はまあでも半分ぐらいですね。これぐらい。夜はもうちょっと大々的にやる。ごちそうさま。サラダ台湾チャーシュー1枚です。そうです。はい。ガラを入れる前のスープ、これは今から炊いて、夜閉店したら火を止めて、で次の朝になったら今日朝やったガラを入れてで完成。昔はもうちょっと濃厚なスープだったんだけど、もう厨房も暑いし、ボンボン炊くと。でもう僕も年だから、まあ、やっぱちょっとあっさりめのスープがいいな。サラ台湾と一緒に出てきたスープ、そうそうそう。すごい対照的ですごい良かったです。だから箸休めになるってみんなで言うけど、味がするのかしら、ちゃんと出汁が出てるから美味しいと思うよ。ね、あのラーメンもなかなか評判がいい。だから今日はよく出たね。出ましたね。特にニンニクチャーハンが今日は多かった。味濃いめになっちゃう。
チャーハンね、大盛りです。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。最高です。毎週来てます。これもあと巨大ですよね。チャーシュー蒸しです。ありがとうございます。これは通常のラーメン用の、今日の夜のやつはまた別時刻で。これは部位的にはどこになるんですか？これ肩ロースですね。卵黄が出るんで、卵白がまだあるものは使わないんで、塩ですね。4つ麺によって1度かれてるんで、今日の余量ですね。もう一回打つので、仕入れから帰ってきたら打てるように今合わせて、このまま冷蔵庫。これフランスパン用のメゾンカイザーって有名なパン屋さんの粉なんですけど、今日の焼きそばの麺のためにこれを仕入れてます。これは北海道産の中力ですね。細麺なんでちょっとコシ出すためにいつもこのバイタルグルテンこれは今日の夜用のためだけに売ってます。これはもう明日用ですね。これも明日用のスープですね。スープによってちょっと具材変えるんで。カレー作ってるから結構年季が入ってボコボコですよね。カレー専用になっちゃって何個って決めちゃうと楽しくなっちゃうんですから結構その都度変えます。これ今複合っていう工程ですね。複合することでより混ざる。そうですね。あとラーメンの特徴としてグルテンの方向が一方通行なんで、こういう風なこう流れになるんですね。麺がこうカットすることによって噛んだ時に噛み心地がこうプツプツっていう感じになるのがラーメンの特徴ですね。うどんとかはこういう風に交差して
打っていくんで、そうするとこう噛み心地がこう弾力がもちってした感じになってきます。水煮皮鶏ですね。カレーを常に用意してるんで、ひどい時だと朝2種類作らなくちゃいけない。よくカレー屋さんマリネするんですけど、マリネを鍋の中でやってしまうという超時短なカレー作ってる。うち食堂ですからね。クミンですね。クミンちょっと多めに入れます。これはちょっと控えめにします。でマサラ皮ごといきます。特製ラーメンのスープですね。これ鶏と牛ですね。その時の気分によって鶏 100% の可能性もありますし、今豚骨取ってる豚骨でも全然ニンニクですね。チリです。これ激辛なんであんまり入れるとカレーが出来上がった時に入れるので掃除します。この雲はちょっと洗ってあげます。これに新しい分を足していきます。これはブランドメニューですか？これブランドメニューですね。台湾焼きラーメンっていうメニューの上に乗るミンチなんですけど、結構辛いんです。全然辛くないです。結構万人受けするように作ってるんで、あんまり辛くすると食べれないじゃないですか。マイルド注文も受けてるんで、このミンチは辛くしてないです。なのでこの韓国産の韓国唐辛子を、これ辛くなくって赤いんで、こいつを使うようにしてます。辛みは少しだけ入れてるんで、この自家製のラー油のこの辛みはこの辛い唐辛子を少し入れます。背中ですね。
つけない？炒め用のラードですね。あとはこの時間から限定スープ。頑張ってねはいよ。入れてください。今言ったでしょ。セット来るね。上がった。細麺上がった。これってなんでいった？ちょっと長めにしようか。気持ちいい。これ50。50。イカレーはパンタロック。ニンニク。お願いします。で、その次台湾とラーメンね。はーい。これぐらいホルマシって
はい。いきます。はい、全部いけます。セットの麺、これ全部いけるよ。オッケー。ホルモン欲しいです。寺本君さんはよく来られるんですか？ここの前のお店の時からずっと来てる。今日は何頼まれたんですか？今日は焼きラーメン。お味どうでした？ナイス、最高です。もうここって決めたらずっとここばっかりだからヘビーユーザー。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。
筋、こっちが奥三河鶏のチキン、もも肉と肝。お待たせしました。これもあと味付けで。2本やって終わりです。めっちゃいい豚なんで、人生餃子さんが使ってる炊き込みご飯にします。巨大ですよ。熱っ。はいはい。これはさんが出ると。ウスターソース直接入れちゃう。味見てないけど。いい感じですね。油がにじんできてるんで。はいよ。大盛りのチャーシュー2枚筑天です。そうなってください。ネギと、であとサービススープ。限定麺が斬新で、なんか他では食べれないメニューが食べれるところですね。ちょっと真ん中に下ろして。
OK。お願いします。よく来られるんですか？週2ぐらい。どうですか、今日の限定のお味。満足です。波の頂点にお願いします。出ました。よかった。取ってきます。チャーシュー。チャーシュー増しです。バ天増しです。最後のオーダーです。そうですね。これで。あ、別に処理大丈夫ですよ。これ500円の方です。美味しかったです。ごちそうさまでした。今日特に忙しかったです。夜が特に忙しかったです。昼は暇でした。いつもなら大将もうくたーってベンチで寝ちゃうんだけど、今日は頑張って片付けてます。そうなんですね。当日は毎日ですか？
そいつ毎日ですよ。激しかったな、やっぱり。麺、こっちの麺だけで1000食ぐらいですね、ちょうど。今日はそこまでいかないと思うので、まあ、900とか、オリジナルのブレンドをしただしのパックを煮込む感じですね。ここから、まあ、つゆを、赤つゆと白つゆを調合していくというような形になってます。昭和45年に、当時の宮司様から、こちらの境内の中で、お店を出して、そこできしめんを振る舞わないかというお言葉をいただいて、で、その際に出したきしめんが、宮きしめんという名前を許されて、今に至っています。当時は桜製麺工業という名前で麺の製造は行ってたんですけども、飲食店というのは本格的にはやってなくて、ただ同じ熱田区内でもともとのその熱田神宮様とお付き合いがあったということで、多分お話をいただいたんじゃないかとは思います。そう、お豆腐屋さんですね。で、今もうこれを使ってるところも少ないせいもあるんですけど、出回ってこなくなっちゃったっていうか、この地方しか使わないらしいんですよね。地方食みたいな感じですね、あれは。宮きしめんに乗ってるのが揚げとしいたけ、かまぼこ、ほうれん草、最後にかつお節をかけるんですけど、このしいたけはすごい人気で、お客様からしいたけだけ売ってくれないかってよく言われます。
待たせいたしました。どうぞ。小盛りの宮です。天おろしに入ります。どうしても生では再現しないので。
がない。お服がない。どんぐりがない。もういいな。あ、ごめん。お客様、席でお待ちいただいていいですか。はい、生。これさ、でかいな。これずっと出しっぱじゃないよね。じゃないです。ラテのみ。はい。もう一個欲しいよ。ラテのみ。はい、19番様こちらです。どんなみたいに巻きやっといて。はい。はい。いる。22番。2個。
してからこい。上手に作ったよ。